皆さんこんにちは。アカデミアの富代です。今回のテーマはハイグラデーションスタイルになります。ハイグラデーションのショートボブは今まで練習してきたことが理解できていると難しくありません。難しく感じる方もいるかもしれません。基本ですので、あえて綺麗な毛流れや奥行きが出るような難しい切り方に挑戦していただきます。切り方としてもっと簡単に切る方法もありますが、基本を身につけていただきたく、この切り方にしています。ぜひチャレンジしてください。ポイントは正確な角度の引き出しとパネルの持ち上げ方になります。これをできるだけ分かりやすく理解しやすいようにカットしてみたいと思います。今回もモデルさんにモザイクがかかって見苦しいとは思いますが、ご容赦ください。またカット後図解で確認できるように解説します。必要なところだけ見ていただけたら嬉しいです。なおこの動画は英語、中国語、韓国語字幕で見ることができます。では早速ご覧ください。仕上がりのデザインをよく観察し、バッグのポイントは顔のポイントのどの位置かなどを確認し、形をイメージしてください。ここでは毛束の引く方向プラスパネルをリフトアップしていき、ウェイト位置を自在にコントロールしていきます。左右対称にカットするために毛束の引きを一定方向に保ち、指の厚さを1本2本と決めてリフトアップすることが重要になります。今度はフロントからカットをするハイグラデーションを切りたいと思います。このスタイルの特徴っていうのは、今まではシェイプを45度の方向に引っ張ってその位置でカットして元の位置に戻った時の段差だったんですけども、今度はシェイプの方向とそれから角度を一段一段ワンパネルごと引き上げて切っていきます。それのコンビネーションですから、今までよりは少し難しくなると思います。ブロッキングは基本の馬蹄形に取ります。そしたらサイドセクションはフロントとサイド、これは耳の付け根の、基本的には耳の付け根の中心に取ります。もちろんサイドのカットラインが見せ場になりますので、毛の生え方によって若干後ろへ行ったり前へ行ったり移動します。基本的には耳の付け根の中心に取ります。はい、ブロッキングはこういう感じになります。じゃあサイドセクションからカットに入ります。まずは横スライスに取ります。指1本の角度に上げて、少し持ち上げて切ります。持ち上げて切ることで段差がつきます。この段差が耳スレスレのところになってれば OK です。そしたら次のセクション、だいたいフロントサイドは3等分ぐらいな感じで切ります。次も指1本、頭皮から指1本離して下のガイドを目安にカットします。はい、最後のパネル、やはり指1本、そうしましたら反対側も同様に右サイドと同じように、まずは第1パネル目を取ります。そしたら指1本少し角度を上げて切ります。これでフロントサイドの切り上がりです。そうしましたらバックセクションの長さは、一応このバランスのいいハイポイントのグラデーションを切る場合には、このサイドのこのブロッキングの幅よりやや短い程度がバックの長さにしてあげるとちょうどいいバランスになります。この長さが下に来る感じ、そういうことを意識してバックセクションを決めます。ここのところはオンザスキンにピタッとつけてカットします。
下にガイドができましたら、あとは上にどうせ段がつくので、仕事を早く素早くするために一発で切ります。そしたらバックセクション、ここではシェイプを前に引いてカットと、それとパネルを徐々にワンパネルごと上げて切っていきます。ですからシェイプとパネルを指1本指2本指3本自分でそういうことを決めて上げて切っていきます。ただしパネルごとにこのシェイプの角度が上がってしまったり下がってしまったりして、パネルを持ち上げていくと左右対称に切れなくなってしまうので、シェイプの角度はサイド面に向かって一定にシェイプします。ですから例えばコームで示すと、第1パネルは下から指1本、コームの刃がシェイプの角度だと思っていただくといいと思います。シェイプの角度はいつも一定にしといて、でこれが指1本指2本指3本、こういう感じで上げて自分が思うポイントまで上げてきます。でパネルの取り方は耳のところを起点にある程度角度が上がってくるまで、こちら側はあまり移動しないで放射状に取っていきます。まずは第1パネル、シェイプの方向は頭を四角く考えた時に、こちらの面コームを起こしてくると、このコームの刃と同じ面にいつもシェイプします。このシェイプの位置をずらしてしまうと段差にばらつきが出ます。ですからシェイプの方向はいつも一定。はい、まずは下の方指2本ぐらい浮かして切りました。そしたらこちら側の方はあまり移動しないで、バックセンターの方を多めに取ります。シェイプの方向はフロント方向、次はもう少し、今までは指1本だったんですけど、指2本もう少しバックセクションを角度をリフトアップ持ち上げて切ります。でカットラインは直線に切ります。はい、で次のセクション、はい、次にこのサイドの流れ、今まで切った流れのところを軽く分け取ります。このガイドに沿って切ります。このサイドのシェイプと同じ方向にシェイプをしてカットします。こうしてカットします。シェイプの方向は一定、ネープの方の角度を徐々に持ち上げてリフトアップして切ります。で次のセクション、だいぶ後ろの方の角度が上がってきましたので、ある程度のところまで上がってきましたら、斜めのシェイプで平行に取っていきます。バックから見るとこのようにシェイプはこのフロント側にシェイプしていきます。こちら側を徐々に上げてくる。持ち方としては今ここの位置でカットしたので、この位置を忘れないように下の毛を持ち上げてきて、シェイプの方向を一定にカットします。だいぶ段差が広がってきました。あとは同じようにスライスは斜めにして、サイドは指1本持ち上げただけで切ってますので、こちら側の方は最大限持ち上げても指1本です。こちら側を徐々に上げていきます。フロントサイドの方はあまり角度を上げないようにその場をキープします。
ここの角度をこれでキープしたら、次にこの角度を忘れないようにこれをキープしたまんま次の髪の毛をシェイプしてそこへ持ち上げてきます。でカットします。シェイプの方向はこっち面、サイド面にいつもシェイプをしてで切ります。そしたらフロントサイドからのつながりを見て、カットラインの延長線上、シェイプの方向はこのフロントの方に持ってきます。ここのシェイプの方向と同じ方向にシェイプをして、このパネルを上げてきてカットラインはまっすぐ切っていきます。毛が元の状態に戻った時にここに段差ができます。右サイドの方のカットの終了です。こちら側も同じように、こちら側で初め指1本、第2パネルは指2本、3本、4本、パネルごとに持ち上げたかを記憶しといて、反対側も同じことをします。これが右と左と違うことをすると左右対称にならなくなります。ここで一応クロスさせて、はい、そうしましたらこの三角部分のブロックを切ります。ここも同じように斜めスライスに取って、今まで切ったカットラインに沿ってはい、切れる毛はみんな左サイドに集めて切ります。サイドのポイントは指1本って決まってますので、これ以上後ろの方は絶対上げないことです。その位置をキープして、シェイプの方向をサイドに持ってきて、下のガイドに合わせてカット、全部右サイド方向に合わせて切ります。はい、自分が思う位置に上げるために徐々に角度を上げてきました。これで左右対称に切れてると思います。
トップ部分のカットに入ります。サイド部分、今ワンレングスに切られてますので、ステップカットに切られてますので、ここの部分に少し段差をつけてより顔に馴染むようにします。グラデーションをつけます。少しだけ斜めに、次のセクションも前方の方へ引いて、でちょうどこの耳のところでワンレングス状態になるように、今フロントの方に少し段差をつけることで正面から見た時に顔に馴染みが良くなりました。反対側も同様にカットします。前方向に引いてカットします。少しグラデーションをつけてあげることで顔にフィット感が出ます。トップセクションのカットに入ります。トップセクションはセンターラインに平行にシェイプを取ります。今まで切ってきたカットラインの延長線上で切ります。はい、こちらも切れる毛は全部右サイドに寄せて切ります。反対側も同様にカットします。下のカットラインに合わせてトップの部分を切ります。センターラインに分けて切れる毛は切ります。そうしましたらチェックカットに入ります。今三角形になっているので、この三角形の頂点を落とします。ほんの少しだけですけど、この三角形の部分縦スライスに取ります。はい、こちら側も縦スライスに取ります。この真ん中の部分をカットします。グラデーションの角度に頂点を落とします。そうしましたら半分ずつ縦スライスにとって、このセンターに一応集めてきて、切れる毛があったら切ります。はい、反対側も同様に切ります。はい、そうしましたら周りのチェックに入ります。まず耳周りのチェックに入ります。後ろにシェイプをして耳のアウトラインに沿って切ります。バックセクションは前方向にシェイプをして、この出てきた毛をこうカットします。耳の付け根に沿って
はい、バックセクションも右サイドと同じように前方向にシェイプをしてカットします。はい、こちら側もチェックカットに入ります。はい、これでカットが上がりました。はい。では引き続き図解で説明しましょう。ハイグラデーションカットが少し難しくなる点は、前回行いましたシェイプを前方45度一定の方向に毛束を引いてカットすることが身についた方には理解しやすいと思います。今回難しいのはワンパネルごとに引き上げて段差をコントロールすることです。これを正確にできないと左右対称にならないというような間違いを犯しやすい点です。これができるようになると横からのシルエットやハイポイントの位置を自由に操ることができるようになることです。はじめはローポイントのグラデーションを練習してからが良いかもしれません。しかしあえて少し難しめなハイポイントに挑戦していただきました。まず図のように目尻の上がったラインを起点に床と平行にブロッキングラインを引き、前頭部と後頭部に紙が自然に分かれる少し前で分け取ります。図解の薄緑のパネルが元のガイドになります。耳を出すためにワンパネル目は角度を指1本持ち上げて顔に馴染む段差を計算してカットします。次の2パネル目をカットします。図のようにサイドセクションは3から4ブロックのパネルに分けて同じ位置でカットします。もちろん反対側も同じスライス幅でカットしバックセクションに移ります。バックセクション襟足の長さのバランスはサイドの耳の上とロッキングされた部分の長さを目安に縦の長さを襟足の長さとして襟足の長さを決めるとバランスが取りやすいと思います。襟足の長さが決まったら図の淡いグリーンのパネルがバックの第1パネルです。耳元はあまり上下に移動しないで2、3、4とパネルを上げていきます。扇状にバックセンター側を指1本2本と決めて持ち上げます。この時に紙のシェイプ方向はサイド面方向にシェイプします。この図のようにシェイプの方向を一定するためには毛束の引く角度は常にコームの刃先方向で一定にしましょう。大切なことはいつも一定方向に毛束をシェイプすることです。図の矢印のようにシェイプの方向はいつも一定方向にシェイプします。同じようにバックセンター側を徐々に持ち上げてフロントサイドの切り口からの流れでカットしていきます。あくまでも髪の毛のシェイプ方向はいつも一定にします。これがカットを単純化する方法です。もしパネルを上げるたびに髪のシェイプ方向を変えると左右で合わせるのが大変になります。動画と合わせてご確認ください。両バックサイドが切り上がったらトップセクションに移り、トップ部分は図の薄緑の部分です。図のようにセンターラインに平行に紙を分け取り、サイドのガイドに合わせてカットします。次にバックセンターの角を取ります。真下方向に自然にシェイプするとバックセンター付近に角が残ります。この角をモヒカンガイドを取り、縦スライスで角を落とします。センターで紙を分け、縦スライスでセンターをガイドに引くようにして角を落とします。センターで紙を分け、縦スライスでセンターガイドに引くようにして
角を落とします。両方同じ要領で行います。その後アウトラインを修正カットして終わりになります。このハイグラデーションの基本が身につくと、場合によってはもっと素早く切ることもできるようになります。少し慣れるまで難しく感じるかもしれませんが、これを身につける役割は大きいと思います。それでは長くなりましたが、このアカデミアではカットの基本を紹介しています。多くの人はウィッグを使って練習していると思いますので、無駄のない練習としてフロントからカットするマイクロボブを紹介します。概要欄に過去のカットの基礎動画を貼っておきますので、見逃した方はそこからいつも見ることができます。以上、もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。